ギターが鳴く。この言葉を生涯かけて追い求めた男がいた。ゲイリー・ムーア。1990年、彼はブルースへ原点回帰した。当時、誰もが首を縦に振らなかった。ロックギタリストがブルースアルバムを出しても売れるはずがない。しかしゲイリー・ムーアはそんな周囲の声を一切無視した。そのアルバムがスティル・ゴット・ザ・ブルース。全世界で300万枚を売り上げた。ブルース史上最も売れたアルバムの一つとなった。なぜこの男の音はこれほどまでに人の心を貫くのか。その答えはレコーディングの現場にあった。ゲイリー・ムーアはこう決めていた。本物のブルースマンを呼ぶ。本物のセッションをやる。俺がブルースを分かっているかどうか本人たちに証明してもらう。1970年、ゲイリー・ムーアはピーター・グリーンからグリーニーを譲り受けた。あの伝説の1959年製レスポール。フロントピックアップの磁石が逆向きに取り付けられた製造上のミスが生んだギターだ。センターポジションで弾くと音が打ち消し合い、鼻にかかったような独特のトーンが鳴る。ゲイリー・ムーアはこのギターを手に世界中のステージを駆け回った。1989年、ゲイリー・ムーアはヨーロッパをツアーしていた。アフター・ザ・オー、ハードロック路線の最新アルバムだ。しかしステージに立つたびに何かが違うと感じていた。ある夜、楽屋で一人ギターを弾いていた。気づくとブルースのフレーズだった。スラップバックのエコー、うねるビブラート。学生時代に聞き込んだアルバート・キングの音だった。翌日、ゲイリー・ムーアはマネージャーに告げた。次のアルバムはブルースにする。マネージャーは絶句した。レコード会社も難色を示した。しかしゲイリー・ムーアは決して退かなかった。ツアーが終わると、ゲイリー・ムーアはヘンリー・オンテムズの自宅近く、バークシャーの農村地帯へと向かった。古い納屋を改装した小さなスタジオがあった。ベーシストのアンディ・パイルを呼んだ。ドラマーのグラハム・ウォーカーを呼んだ。ピアニストのミック・イーバーを呼んだ。バンドではなく仲間だった。肩書きもプレッシャーもない場所でゲイリー・ムーアはひたすらブルースを弾き続けた。このデモ音源がバージンレコードを動かした。スタジオ録音のゴーサインがようやく出た。1990年、ロンドン。ゲイリー・ムーアはスタジオに入る前にギターのセットアップを始めた。弦はディーン・マークレーのヘビーゲージ。1弦から6弦までトップライト、ヘリーボトム。さらに弦高を高く設定した。ゲイリー・ムーアはアンプのすぐ横に立った。音の渦の中心に自分を置く。そうしなければ本当のトーンは出ない。これが彼の流儀だった。一発撮りのテイクが次々とテープに刻まれていった。セッションに一人のブルースマンが呼ばれた。アルバート・コリンズ。テキサス生まれの鋭いトーンを持つギタリストだ。実はゲイリー・ムーアはこの男を全く知らなかった。曲はトゥータイヤード。ゲイリー・ムーアは演奏を黙って聞いた後、言葉が漏れた。信じられない。こんなギタリストがいたのか。その場で即決した。録音は3テイクで終わった。さらにもう一人のブルースの巨人が招かれた。アルバート・キング。身長190センチを超えるブルースの王者だ。録音はロンドン西部チズウィックのメトロポリススタジオで行われた。曲はオープリティウーマン。ゲイリー・ムーアが全力で弾いた。アルバート・キングはそれを聞き静かに言った。弾きすぎだ。10の音を思い浮かべて5つだけして。
ゲイリー・ムーアは黙った。ハードロックの世界では音数が多いほどすごいとされていた。しかしアルバート・キングはその逆を言った。一発で撮り終え、用事は済んだとばかりにスタジオを後にした。ゲイリー・ムーアはその背中を見送りながらかつての言葉を思い出していた。録音が進む中、ある曲が持ち込まれた。その曲の名はThat Kind of Woman。もともとジョージ・ハリスンがエリック・クラプトンに提供した曲だった。元ビートルズのメンバーはゲイリー・ムーアの隣人だった。ヘンリー・オン・テムズ。テムズ川沿いの静かな町に2人は住んでいた。録音はジョージの自宅スタジオで行われた。ジョージはスライドギターを弾き、バッキングボーカルを重ねた。長年の隣人同士が初めてスタジオで向き合った瞬間だった。アルバムのタイトルトラック「Still Got the Blues」。この曲のギターソロに全てが詰まっている。ゲイリー・ムーアが使ったのは1959年製レスポールスタンダード。グリーニーではない。1988年末に入手したもう一本のバーストだ。そのトーンはグリーニーで追い求めた音に限りなく近かった。ヘリー・ゲージの弦が高いアクションの上で張り詰めている。マーシャルのアンプが部屋の空気を揺らす。ゲイリー・ムーアはピックを握り弦に触れた。一音。その音が消えていくまでじっと待った。アルバート・キングの言葉通りに弾かない時間が音楽になる瞬間だった。1990年3月、Still Got the Blues がリリースされた。全英チャート最高13位。その後、プラチナム認定。全世界300万枚。ブルースのアルバムがここまで売れたことはそれまでになかった。ゲイリー・ムーアの賭けは正しかった。このアルバムを機にジョー・ボナマッサをはじめとする若いギタリストたちがブルースへの扉を開いた。彼らは口を揃えている。ゲイリー・ムーアの音を聞いてブルースを始めた。今度スティル・ゴット・ザ・ブルースを聴くときはギターソロの最後の一音に耳を澄ませてほしい。音が消えていくその瞬間の静寂に、そこには今もなおゲイリー・ムーアという一人の男の魂が生きている。